皆さんこんにちは。ミニマリストになり、物を減らしてから随分と暮らしやすくなりました。片付けも物の管理も楽になり、ワンオペ共働きでも落ち着いて過ごせています。でも正直に言うと、いいことばかりではありません。物を減らしたからこそ感じる小さな不便や少し困ることもあります。今日は私がミニマリストになって感じた少し困ったことについてお話しできればと思います。一つ目は、急な予定や来客に弱くなったこと。物を減らしてからは予備のものを持たなくなりました。その分すっきりして普段の生活はとっても楽です。でも急に何かが必要になった時、ちょうどいいものがないなと思うことがあります。来客用の食器や寝具、ストックも最小限なので、日常使いのもので間に合わせることが増えました。本当はお客さんには少し特別な食器を使いたいですし、肌触りのいいタオルを出したり、ちょっとしたお茶菓子を添えたりしたい。そんなささやかなおもてなしの気持ちを十分に形にできないこともあり、もう少し予備のものを持っていてもよかったのかなと思うことはあります。でもやはりそんなに頻繁にお客さんが来るわけでもないのに、来客用のためだけのものを持ち続けることを負担にも感じてしまいます。だから少し物足りなさを感じることがあっても、今の私には予備を持たない身軽さの方が心地いいように感じます。困ること2つ目は、ストックが少ない分切らした時に困ること。ストックはほぼ持たないので、収納はすっきりし、在庫も把握しやすくなりました。その反面、気づいたらなくなっていて困ることもあります。特に子供のものや毎日使うものはないと焦ることも。たくさん抱え込みすぎて管理できなくなるよりは、今の少量の方が私には合っている。そう思いながらも、ストックの持ち方は今でも試行錯誤中です。困ること3つ目は、何かが壊れるとすぐ不便になること。少数1000円のものだけで暮らしているので、お気に入りだけを毎日使うことになります。それはとても心地いいことでもあるのですが、裏を返すと変わりがないということでもあります。だから何かが壊れたり傷んだりすると急に不便になる。以前なら予備のもので何とかなったのに、今はすぐに買い替えや見直しが必要になります。それにお気に入りしか買いたくないという気持ちもあり、買い替えに時間がかかるのも不便に感じます。その一方で、物を大切に使う意識は自然と強くなりました。困ったこと4つ目は、家族がいると自分の理想通りにはいかないこと。私一人の持ち物だけならかなりシンプルに整えることができます。でも家族と暮らしているとそう簡単にはいきません。特に子供のものは成長とともに増えやすいし、一瞬しか使わないものもあります。自分は手放したくても、家族の暮らしを思うと手放せないものもある。そのバランスが今でも難しいなと感じています。困ること5つ目は、思い出のものの取捨選択に迷うこと。実用品は使っているかどうか、必要かどうかで判断しやすいです。
でも写真や子供の作品などの思い出のものは使っていないという基準だけでは手放せません。闇雲に捨てるのではなく、かといって全てを取っておくわけにもいかない。子供たちと一緒に眺めて成長を感じられたり、思い出話ができるようなものはできるだけ残しておきたいと思っています。困ったこと6つ目は、選択肢が少ないと感じる日があること。服も日用品も厳選しているので、毎日の選択はとても楽になりました。迷う時間が減り、自分に合うものも分かりやすくなったと思います。その一方で、たまに今日はちょっと違うものを着たいなとか、いつもと違う気分を楽しみたいなと思う日もあります。選択肢が少ないということは楽さにつながる一方で、気分転換の幅が狭くなることでもありました。それでも私はたくさんの中から迷って疲れるよりも、本当に好きなものを少しだけ持つ暮らしの方が落ち着きます。困ること7つ目は、持たないことに自分が縛られそうになること。物を減らして暮らしが整ってくると、できるだけ増やしたくない、また散らかしたくない、そんな気持ちが強くなることがあります。増やしてはいけない、持ってはいけない、そう考えすぎて苦しくなった時期もありました。物を少なくすることが目的になってしまうと、暮らしを楽にするためのミニマリズムが窮屈なものになってしまいます。だから今は物を減らすことよりも心地よく暮らせることを大切にしています。ミニマリストになっても不便が全くなくなるわけではありません。それでも本当に大切なものを選びながら暮らしていくことは、毎日の暮らしを無理なく整えることにつながっていると感じています。これからも自分にとって心地いいものとの付き合い方を見つけていきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。